こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日は私が最近気に入っているキッチン用品5つをご紹介します。私が最近気に入っているキッチン用品1つ目はこちらの野田ホーローさんのホーロー容器です。ホーローは鉄にガラスの釉薬を焼き付けたもので、ルクルーゼなどのお鍋もホーロー製になっています。で、私は以前はこういったプラスチックの容器によく食材を保存していたのですが、やっぱりこういうプラスチックのものっていうのは、例えばカレーとか匂いの強いものだと匂いがついてしまったりとか、あと脂っこいものっていうのは油がついてしまってなかなか落ちづらいっていうことがありました。で、ホーローは匂いがついてしまうっていうことはないですし、あと油汚れとかもとても取りやすくてお手入れが簡単です。で、ホーローはお鍋にも使われているぐらいなので、このままオーブンに入れて調理したりとか、調理に使うこともできます。で、同じようにオーブンで調理とかもできて、匂いもつかないし、油汚れも取りやすいっていうもので、こういった耐熱性のガラス容器というものもあると思います。で、こういう耐熱性のガラス容器も私はすごくよく使うのですが、こちらとやっぱりホーロー製の容器の違うところっていうのは、ホーロー製の容器は直火で調理もできます。なので私は最近は夜ご飯の残り物はホーロー容器の中に入れて、で、冷蔵庫の中で保存して、で、次の日のお昼ご飯とかに食べたいなと思った時に直火で温めて、で、私が今住んでいる賃貸のマンションはコンロが IH なんですけれども、IH のコンロでも問題なく直火調理ができています。野田ホーローさんのホーロー容器は白くて見た目も美しいので、そのまま食卓に器として出せて、洗い物が少なく済むのも気に入っています。で、野田ホーローさんのホーロー容器はこういったプラスチックの蓋がついてくるんですけれども、結構このプラスチックはやわにできていて、旦那さんが間違えて食洗機に入れてしまって、こんな風に曲がってしまったりしたので、取り扱いには注意が必要だと思います。こちらのデフォルトのプラスチックの他に、もうちょっとしっかりとした汁物とかを入れてもこぼれないような厚めのプラスチックの蓋もありますし、ホーロー製の蓋もありますので、ご興味のある方はそちらもご覧ください。私が最近気に入っているキッチン用品の2つ目は、そのホーロー容器と関連して、こちらのやっとこになります。で、やっとこは、取っ手とかがないお鍋を掴んだりするものなんですけれども、ホーロー容器に入った残り物を温めるときに、ホーロー容器には取っ手がついていないのでちょっと扱いづらいんですけれども、やっとこを使うと簡単にホーロー容器を掴むことができて扱いやすくなります。あとはオーブンの中のオーブン皿であったり、魚焼き器の中で調理した耐熱皿を取り出すときにも重宝します。やっとこもいろいろな種類が販売されているようなんですけれども、私が購入したこちらのものはすごくしっかりとしたグリップが持てますし、あとここの部分がゴムになっているので、ホーロー容器などを傷つけることがなくてとてもいいと思います。私が最近気に入っているキッチン用品3つ目はこちらのスチーム皿です。スチーム皿はその名の通り、蒸し料理をするときにお鍋とかにお水を敷いて、で、このお皿を乗せて蓋をして使うものなんですけれども、私は最近極力電子レンジを使わないようにしていて、以前であればパッと蒸し野菜とかを電子レンジで作っていたんですけれども、そういった蒸し野菜を作るのに使ったり、あとは炊いておいて冷蔵庫で保存してあるご飯を温め直すのに使ったりしています。私は蒸し器としては竹製のせいろも持っているんですけれども、やっぱり日々の調理に使うにはちょっとせいろだと大げさかなと思っていて、こちらのスチーム皿はこんな風に形が変化するので、深いお鍋にも使えますし、あとはちょっと深めのフライパンなどにも使えて、それがすごく気に入っています。で、こちらのスチーム皿はこういった取っ手がついているので、お鍋からそのまま取り出したい時に便利ですし、こちらの取っ手はこういった形で取っ手を取り外すこともできるので、目いっぱい食材を入れて蒸すこともできます。私が最近気に入っているキッチン用品4つ目は、
こちらのミニスキレットです。こちらは100円ショップのダイソーさんで200円で売っているスキレットなんですけれども、こちらをどういうふうに私が使っているかというと、3月にインド料理研究家のヘーマ・パレックさんをお招きして TBL キッチントークを撮影した時にインド料理を教えていただきながら、ヘーマさんがシーズニングスプーンというものを見せてくださったんですね。シーズニングスプーンっていうのは大きなスプーンのようなお玉のような形をしたもので、その中でホールスパイスを空炒りしてローストして香りを立たせたり、あとは油で炒めてテンパリングをしてカレーに足したりします。で、私はこちらのミニスキレットをそういったシーズニングスプーンのように使っていて、カレーの最後の仕上げにテンパリングしたオイルを加えたいなと思った時とかに主に使っているんですけれども、それ以外にもこのミニサイズが結構重宝して、例えばパンにちょっと焼き色をつけたいなと思った時に使ったり、あとは少量の食材を揚げ焼きにしたいと思った時にたくさん油を使わないで済むのでよく使っています。キャストアイロンのスキレットはしっかりお手入れをしながら使ってあげれば本当に一生使えるようなものなんですけれども、こちらが200円で買えてしまうっていうのはとてもお得だと思います。そして私が最近気に入っているキッチン用品最後の5つ目は発酵機ニーダーです。発酵機ニーダーはパンの発酵に使われるもので、パン作りには欠かせないものなんですけれども、それ以外にいろいろな発酵食品を作ることができます。私は以前はクーラーボックスや発泡スチロールの箱の中にヨーグルトメーカーを保温器として入れて、それを発酵機のようにしてテンペや納豆など発酵食品を作っていました。それだとやっぱり箱の中全体で均一な温度を保ったり、箱の中で十分なスペースを確保するということが難しかったのですが、発酵機ニーダーの中では十分なスペースを確保しながらきちんと温度管理ができるので、前からトライしたいと思っていた麹作りにも挑戦することができました。で、この発酵機ニーダーのすごく気に入っているところは、パーツが折りたたみ式になっていて丸洗いすることができるんですね。発酵食品の中でも納豆菌は特にパワフルなので、納豆菌が少しでも残っているとヨーグルトであったりテンペだったりが納豆のようになってしまうということがあります。発酵機ニーダーは丸洗いすることができるので、中をきれいに清潔に保つことができて菌の混在を抑えることができるのでとてもいいと思います。パン作りが好きな方やいろいろな発酵食品をお家で作りたいという方にぜひ試していただきたいです。いかがだったでしょうか？今日は私が最近気に入っているキッチン用品5つをご紹介しました。それぞれの製品の詳細に関しては下の概要欄にリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はチェックしてみてください。それでは See you next time!